こんにちは、あやのです。あやのの日本語ポッドキャストへようこそ。皆さん、お元気ですか？今日のトークテーマは、日本の学校生活です。今日は3月です。マドリードはね、暖かいです。春ですね。気持ちがいいです。春は日本で特別です。なぜかというと、4月から新しい学校が始まります。新しい制服、新しい友達。ね、学生はワクワクします。ワクワク。これはとても楽しみな気持ちです。今日は日本の学生の1週間をシェアします。制服、給食、掃除、部活、テスト、たくさんあります。で、最初は朝の話です。日本の学生は毎日同じ服を着ます。制服です。制服、わかりますか？うん、学校の服です。みんな同じ服です。朝7時に起きます。私が学生の時は6時に起きていました。顔を洗って制服に着替えます。白いシャツ、ズボンかスカート。毎日同じです。なので朝は楽ですね。今日は何を着ようと考えません。で、カバンを持って家を出ます。ですね、ここが大事です。日本の学生は電車で学校に行きます。電車で30分。30分は歌を6曲聴くのと同じ時間ですね。長いですか？短いですか？朝の電車は人が多いです。満員電車と言います。満員電車。要は人がたくさんいる電車です。本当に人が多いです。私は学生の時歩いて学校に行きました。電車ではありません。毎日30分歩きました。正直、夏は暑くて大変でした。ちょっと疲れましたね。学校に着くと汗をいっぱいかいていました。ですが、歩く時間は好きでした。音楽を聴いたり、友達と話したりしました。皆さんは学校にどうやって行きますか？で、学校に着きます。教室に入って先生におはようございますと言います。日本の学校では挨拶が大事です。毎朝みんなでおはようございますと言います。元気な声で言います。その後、授業が始まります。授業、わかりますか？はい。学校のクラスです。勉強の時間です。数学、
英語、国語、いろいろあります。ノートをたくさん書きます。午前中は4時間授業があります。正直、午前中はちょっと眠いです。私は学生の時、よく眠かったです。皆さんもそうですか？はい、これが日本の学生の朝です。制服を着て、電車で学校に行って、授業を受けます。毎日同じですが、楽しいです。で、次は給食の話です。日本の学校のご飯ですよ。はい。給食、わかりますか？学校のご飯ですね。学校で食べるご飯です。日本の学校には給食があります。レストランではありません。教室で食べます。自分の机で友達と一緒に食べます。これがいいですよね。で、面白いことがあります。メニューはみんな同じです。同じご飯、同じおかず、同じスープ。先生も同じものを食べます。ご飯、おかず、スープで牛乳。牛乳も毎日あります。私は子供の時、牛乳がちょっと苦手でした。冬の牛乳は冷たいです。ですが、毎日飲みました。給食で一番人気のメニューは何だと思いますか？はい、カレーです。もうね、カレーの日は特別です。朝、学校に行きます。で、給食室の近くを歩きます。カレーの匂いがします。いい匂いです。教室に帰って、今日はカレーだよと言います。みんなやったーと言います。お皿にご飯があります。その上に温かいカレーをかけます。ほかほかです。ほかほか。要は温かくていい匂いがする感じです。スプーンで食べます。本当に美味しいです。お母さんのカレーとは少し違います。ですが、学校のカレーも大好きでした。皆さんの国の学校にもこんなご飯がありますか？あと、揚げパンも人気でした。揚げパンはパンを油で揚げて砂糖をつけたものです。甘くて美味しいです。そしてもう一つ大事なことがあります。食べる前にみんなでいただきますと言います。食べた後にごちそうさまでしたと言います。いただきますとごちそうさまでした。日本ではとても大事な言葉です。ご飯にありがとうという気持ちですね。あと、給食当番があります。給食当番。
わかりますか？ご飯を配る人です。学生が自分で白い服を着てご飯を配ります。毎週違う人がやります。私も給食当番をたくさんやりました。すごく楽しくて好きな当番の一つです。給食は本当にいい時間でした。美味しいご飯を食べて、友達と話して、学校の中で一番好きな時間でした。給食は小学校や中学校であります。高校生になるとお弁当を持っていくことが多いですね。皆さんの国でも給食はありますか？で、次は掃除の話です。日本の学校では学生が掃除をします。日本の学校には掃除の人がいません。掃除の人、学校をきれいにする人ですね。生徒が自分で掃除をします。びっくりしましたか？日本の学生は毎日自分で学校を掃除します。給食の後、掃除の時間があります。毎日15分ぐらいです。15分、YouTube のエピソードを1本見るのと同じ時間ですね。短いです。ですが、毎日やります。で、場所はいろいろあります。教室、廊下、トイレ、体育館。廊下、わかりますか？教室の外の長い道です。歩くところです。掃除はグループで分かれます。今週はトイレ掃除。今週は教室と係を決めます。雑巾の話をしますね。雑巾、わかりますか？小さいタオルです。濡れたタオルです。これで床を拭きます。もうね、雑巾がけは大変です。雑巾がけというのは、雑巾で床を拭くことです。手を雑巾の上に置きます。体を低くします。で、走ります。冬はもう水が冷たいです。手がキンキンします。キンキンはとっても冷たいということです。氷を触っているみたいです。冬の雑巾がけはちょっと嫌いでした。ですが、掃除の後、教室がきれいになります。床がピカピカです。気持ちがいいです。本当に気持ちがいいです。皆さんの国の学校では誰が掃除をしますか？国によってちょっと違いますよね。私はね、子供の時、ほうきが好きでした。ほうき。これは床のゴミを集めるものです。ほうきでさっさっとゴミを集めます。雑巾より楽でした。で、
掃除が終わると、みんなでお疲れ様と言います。15分は短いです。ですが、みんなで一緒にやると楽しいです。友達と話しながら掃除をします。いい時間でしたね。日本の学生は自分の学校を自分できれいにします。学校をきれいに大事に使う勉強の一つですね。大変ですが、いい経験です。経験、要はやってみることですね。はい、次は部活の話です。放課後の時間です。楽しいです。部活、わかりますか？学校のクラブ活動です。授業の後にやります。アニメで見たことがありますか？サッカーや野球の部活、アニメでよく出てきますね。日本の学校では本当にたくさん部活があります。部活は2つの種類があります。スポーツの部活と文化の部活です。スポーツの部活はサッカー、野球、バスケットボール、テニスなどがあります。文化の部活は音楽、美術、料理などがあります。いろいろありますね。で、今日はサッカー部の話をしますね。放課後3時半です。放課後というのは授業が終わった後の時間です。学生はグラウンドに行きます。グラウンドは外の広い場所です。サッカーをする場所です。まずみんなでランニングをします。グラウンドを何回も走ります。もうね、夏は暑いです。汗がたくさん出ます。顔も体もびしょびしょです。びしょびしょは水で濡れている感じです。シャワーを浴びた後みたいです。ですが、走った後、風が気持ちいいです。で、ボールを使って練習します。パス、シュート、ゲーム。2時間くらい練習します。2時間は映画1本と同じ時間ですね。毎日です。正直大変です。体がとても疲れます。ですが楽しいです。友達と一緒にサッカーをします。声を出します。パス、こっち、ナイス。ね、賑やかです。皆さんは学校でスポーツをしましたか？私は学生の時、ハンドボール部でした。毎日練習がありました。疲れて大変でした。ですが、友達がたくさんできました。今でも大切な友達です。で、部活が終わります。5時半か6時です。外はもう暗くなります。みんなでお疲れ様と言います。お疲れ様。
これは日本でとても大事な言葉です。頑張ったね。ありがとうという気持ちです。部活の後、友達と歩いて帰ります。今日の練習大変だったねと話します。疲れています。ですが、気持ちはいいです。日本の部活は毎日あります。大変ですが、大切な時間です。友達ができます。いい思い出もたくさんできます。はい、次はテストの話です。日本の学校はテストが多いです。本当に多いです。大きいテストが2つあります。中間テストと期末テストです。中間テスト、わかりますか？学期の真ん中のテストです。期末テストは学期の終わりのテストです。で、テストは1日ではありません。3日から5日あります。毎日2つか3つのテストがあります。数学、英語、国語、理科、社会。たくさんあります。大変ですよね。テストの前の夜の話をしますね。テストの1週間前から学生は勉強を始めます。学校が終わります。家に帰ります。ご飯を食べます。で、勉強です。机の上に教科書とノートを広げます。教科書は学校の本です。夜、部屋は静かです。ペンの音だけが聞こえます。カリカリ、カリカリ。ノートにたくさん書きます。夜の11時、12時まで勉強する人もいます。夜の12時はもう次の日ですね。正直、とても疲れます。目がしょぼしょぼします。しょぼしょぼというのは目が疲れて開けにくい感じです。私も学生の時、夜遅くまで勉強しました。もうね、眠かったです。部活もしていたので疲れていました。その後勉強していたので、すごく眠かったです。次の日の朝、起きるのが大変でした。皆さんもテストの前はたくさん勉強しますか？図書館やカフェで勉強する学生もいます。友達と一緒に勉強します。わからないところを友達に聞きます。一人より楽しいですね。あと、塾に行く学生もいます。塾、わかりますか？学校の後に行くもう一つの教室です。勉強の教室です。先生がいて、テストのための勉強を教えてくれます。夜の8時、9時、もっと遅くまで塾にいる学生もいます。で、もう一つ大事なことがあります。受験です。受験は高校や大学に入るための大きいテストのことです。人生で一番大事なテストです。
なのでみんなとても頑張ります。毎日毎日勉強します。正直大変です。ですが、テストが終わった後の気持ちは最高です。終わったと思います。友達とお疲れ様と言います。本当に嬉しいです。日本の学生は本当によく頑張っています。で、次は週末の話です。土曜日と日曜日です。やっと休みです。月曜日から金曜日まで毎日忙しいです。授業、給食、掃除、部活、テスト。ね。なので週末は嬉しいです。土曜日の朝はゆっくり起きます。7時ではありません。9時、10時に起きます。もうね、これが最高です。目覚まし時計がありません。静かな朝です。で、友達と遊びます。カラオケに行ったり、ゲームをしたり、買い物をしたりします。カラオケの話をしますね。日本のカラオケは小さい部屋に入ります。友達と4人か5人で一つの部屋に入ります。部屋の中にマイクとテレビがあります。で、好きな歌を歌います。カラオケはとっても楽しいです。友達と一緒に歌います。上手ではなくてもいいです。みんなで楽しみます。2時間か3時間歌います。映画を1本見るのと同じくらいの時間ですね。でもあっという間です。私も学生の時、よくカラオケに行きました。友達と歌って、笑って、喉がカラカラになりました。カラカラっていうのは、喉がとても乾いている感じです。水をたくさん飲みました。正直、歌は上手ではありませんでした。ですが、本当に楽しかったです。皆さんはカラオケが好きですか？で、日曜日です。日曜日はゆっくりします。家でゲームをしたり、テレビを見たりします。ですが、日曜日の夜はちょっと寂しい気持ちになります。明日からまた学校だと思います。皆さんもそうですか？日曜日の夜は来週の準備をします。カバンの中をチェックします。教科書、ノート、ペン、大丈夫かな？制服も準備します。で、早く寝ます。はい、今日は日本の学校生活の話をしました。朝の制服、給食、掃除、部活、テスト、で、週末。日本の学生は毎日忙しいです。ですが、楽しいこともたくさんあります。友達と一緒に過ごす時間はいい思い出になります。皆さんの国の学校の生活はどうですか？
日本の学校と違いますか？コメントで教えてください。聞きたいです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。このエピソードが役に立ったら、いいねとチャンネル登録もお願いします。また次のエピソードで会いましょう。皆さん、いい一日をお過ごしください。またねー。